今日のモ活は懐かしい筋肉マン消しゴム塗装動画シリーズ。今回は当時もののレギュラーサイズ金消しパート7ドグーマンです。超人図鑑カラーを参考に、この造形は素体のもの、水性アクリル塗料でペイントをしました。このドグーマン素体がラインナップされたパート7のブックレットです。ちなみにこの小冊子そのものは当時を再現した復刻版、後年に発売されたコンプリートボックスの付録でした。これまでのシリーズの金消しが塗装済みで掲載された一覧あり、パート7では今回のドグーマンをはじめハングキラーやゴッドシーサーといった地味キャラ超人も多数ラインナップされていました。ペイントするドグーマンの消しゴムの塗装前です。ペールオレンジの使用、経年の汚れ、黒ずみはありましたが、ペイントに影響するほどではなかった。そして何といってもこの小ぶりさです。金消しの中でもかなり小さい部類。塗装後のレビューを先に。超人図鑑カラーを参考に配色しました。主に3色でのシンプルな色分けでしたが、なかなか特徴は出せたカラーリングでした。下処理から塗装の様子は記録していますので、ここから詳しくご覧ください。消しゴムフィギュアの塗装はおよそこんな流れで下処理を行います。煮沸して成形し、表面のホコリや余計な油分を落とす。レンジンに漬け込み、可塑剤、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。乾燥させ、ミスタースーパークリア艶消しを吹き、塗装の下地を作る。そして塗装です。塗装の様子はダイジェストで使用したカラーごとに見ていきます。まずは下地の塗装として、シタデルカラーのレイヤーパリッドウィッチフレッシュを水で溶いて薄く全体に塗りました。一度の塗り入れはハケを使って一気に塗るので 2,3 分あればできてしまいます。台座にするプレートにも同様に塗りました。プレートのサイズは直径3センチのものを使用しています。台座プレートを先に上塗り、下地が完全乾燥した後、今回はパレホのメカカラーストーングレイという塗料を使いました。本体の色分けは薄手の茶色、シタデルカラーのレイヤーベインブレイドブラウンからスタートです。上塗り用の塗料ですが、下地で塗った白も効いてうまく色が乗ってくれました。主に頭部、足元にも少し使いました。塗料は水性アクリルのパレホとシタデルカラーを併用しました。筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はハケなどを使って時短させ、効率よくペイントをしました。ここで肌カラー、シタデルカラーのレイヤーフレイドワンフレッシュを使いました。暗い感じのフレッシュカラー、ドグーマンのカラーとしては何気にマッチします。この塗装で用いた塗料はこちら3色目。これでほぼ色分けは完了します。シタデルカラーのレイヤーエシングレイという塗料です。どちらかというと濃いグレー。腕、足、胴体、フェイス、頭部の装飾とところどころに塗る箇所がありました。塗装にかかった時間は約40分でした。シタデルカラーはイギリス生まれの水性アクリル塗料で、ミニチュアホビー用のカラー、ベース、レイヤー、コントラスト、シェイド、テクニカルと用途に応じて様々な種類の塗料があります。粘性が高く隠蔽力の強いカラーが多いので、下地の色を気にせずに塗装ができます。ドグーマンは土偶がモチーフの超人で日本出身。超人強度は30万パワー。縄文時代の日本で繁栄した古代超人一族の末裔とのこと。最後は陰影をつけて質感を出すために、シタデルカラーのコントラスト、スケルトンホードを水で溶いて薄めて染め塗りです。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペン、クリアーを全体に吹き乾燥させます。台座をつけて塗装後です。ということで今回は当時もの筋肉マンの消しゴム
正規品レギュラーサイズの金消しパート7からドグーマンの素体水性アクリル塗料でペイントをしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。